過去の動画で、今の吸う止まる吐く止まるで、目安となる秒数みたいなのをちょっと、その時は吸う時2秒、1秒止まって、吐く時2秒、1秒止まってっていう、その3秒のパターンだったと思うんですけど、最初にまず自分の息の長さを知って、でその後に一つの理想的なその長さというか、それで2秒吸って1秒吸う、ごめんなさい、2秒吸って1秒止まる、2秒吐いて1秒止まる。この時は吸う息と吐く息がほとんど同じ長さでこうやって波打っていくっていう非常に安定した状態になります。で3秒でやってると普通よりちょっとゆっくりなんですよね。ちょっとその、2秒1秒の感じで、その吸って止まっていってちょっと言葉に出しながらその手をつけてやっていただいていいですか。吐いた、吸ってちょっと止まって吐いて降りた、ちょっと止まって吸ってちょっと止まって吐いたって形でこういくわけですね。で厳密に2秒1秒っていうより、今の感じをちょっと真似してやってみるといい。要するに、時計で測ってやらなくて大丈夫なんですよ。そして測ってみたらそうなってたらがいいです。ここでこうやってカチカチカチってあとダメで、自分の息で言って結果としてそれに近づいたなっていうのが一番いいと思いますよ。ちょっとじゃあ今さっきの真似してみて、それをこう自分なりにそのなんていうんですかね、しっくりくれば、それに合わせて、そうです。でその人その人の息の長さっていうのもあるだろうから、自分が一番そのなんでしょうね、気持ちいいとか、落ち着くっていう息の長さで吸う、で止まるをちゃんと意識する、吐く止まるを意識する。それで今の3秒っていうのは、大体これが標準の平均ですよ。ヨガの停止を持った均等の息の標準ですよっていう。これがじゃあ一つ目のそうです、呼吸のパターン。そうです。で、2つ目、この原初のヨガにも、こちらの原初のヨガではそのサンスクリットのリズムっていう表現をしてるんですけども、さらに分かりやすく言うと、そのヨーガのリズムですね。その日本だとヨガって短い言い方が一般的だと思うんですけど、サンスクリットではヨーガって伸ばす。でそのヨーガって感じで、瞑想をやり呼吸をやり、そのアーサナもやるっていうのが、塩澤先生の考えですね。そうです。で、そのヨーガっていうそのヨガっていうその最初にアクセントが来るんじゃなくて、日本語はヨガって最初にアクセント来ますね。でもサンスクリットはその後半にその強さの山場が来るんです。強さの山場が来るんですよね。ですからこれは単なるエキゾチズムとかそういうことではなくて、乗りやすいっていう、乗っていきやすい。息が乗りやすい。そうです。そして一番大事な、例えばやってるけど大事なのは吐く時も楽にして、いきなりグッと吐いちゃうんじゃなくて、はーって吐いていくような息がいいので、出だしが強いとうまく乗れないんですよ、物事は。1、2、3、4だとダメって4回ですね。その正確さがかえってやってる人間に誠意とは違うものを出してしまうんですよね。生理的なものは微妙な揺れを持っていまして、生理的なものもうそうです。なるほど。要するに同一の強さでずっと正確にやっていくのがかえって正確にならないんですね。不自然な感じはしますよね。そのピッピッピッっていうのは、不自然な感じはしますね。ですから我々の命っていうのは、正確だけど適切な揺らぎっていうのかな、時間のズレみたいなのが入っていて、カチ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 っていうと正確に見えるけど、我々の生理とは違うものですね。
それでまあサンスクリットのリズム、ヨーガのリズムではあるんですけれども、それはまあ日本語にもそれと同じリズムがあるって話で、過去の動画でそのまあ一つ、二つ、数え方にはその後半に山場が来るっていう、近代の能率主義な日本語と違って古語には一つ、二つ、三つ、あるいはひの、うの、み、全く同じですね。なのでまあ一つ二つとまあ呼吸を数えていく、まあ座禅では即観、まあ仏教でまあその、まあ仏教だけじゃないですよね。そのヨガにも数数える。もちろんあります。ありますよね。なんですけどまあとりあえずまあその日本的にその即観1から10までその呼吸に合わせて数えていって10までいったらまた1に戻る。そうですそうです。それをその1つ2つをちょっとそのまたその手をつけてそのどういうふうに息吐いてどういうタイミングで息吸うのかっていうのをその手をちょっとつけながら1つ2つで今度は見せてください。1つ2つになるとこんな吐く息が少し長めのパターンに適切です。ちょっと手をつけて言葉をつけてやってみていただけますか。今自分の息で見てますが、一つ、二つ、三つ、四つ、五つですね。一つ、降りる時が、なるほど。これは最初にやったのは吸う息と止まる、で吸う息と吐く息の長さは一緒でしたね。今回のは吐く息が長くなります。なるほどなるほど。ですから吐く息を長くして、吐く息を長くするととても落ち着いてきますので、皆さんにはこの吐く息を長めの一つっていう即漢方の形をもちろんヨガにもあります。ありとあらゆる瞑想にあるような数を個々で数えることはおすすめですね。でこの一つ二つってやっていくと、そのどういうメリットというか、その効果がありますか。そうですね。一番あるのは、息はね、これが一番言いたいことが、外へ出ていくんですが、一つとちゃんと沈んでくるものがあります。沈んでくるものがある。一つで沈んでくるものが浮いていくんです。つで、つで浮いて、吸気で浮いていって、吐く息で静かに下腹部に沈む喜びがありますから。下腹部に沈む喜びがあります。それをじゃあそれが感じられるようになってくればいいなっていう。いいですね。そしたら本当に楽しめてできるはずですが。その苦痛じゃなくなるというか。なるほどなるほどなるほど。その沈んでくるものが感じられるようになったら、楽しみが出てくる。それで、大事なのは、息は出ていくじゃないかとなりますよね。息は外へ出るじゃないか。書いてますね。ただし吐くけど、エネルギーとしてはこうやって沈んでくるわけです。このでちょっと大事なことを言い忘れてたんですけど、基本はその鼻呼吸ですね。その吸う止まる吐く止まるも全部鼻です。口は閉じて鼻呼吸ですね。で今の一つ二つも鼻呼吸です。全部そうです。で、こう鼻から一つで人で吐きますね。でこう息出ますね。で息はこう出るけどエネルギーとしてはこうやって沈んでる。息がこう鼻から出てくるじゃないですか、こうやって。僕の感じだとその息は鼻から下にこう出る感じなんですけど、外へ出ますよね。そう前でもいいですね。前でも下でも。でも
息を吐くエネルギーは一つずつ沈んできます。やってみれば分かります。じゃあ鼻息とは別に別です。沈んでくるエネルギーってものがあるってことですね。あります。それがまあその、ヨーガサンスクリットのリズムだとすごく分かりやすく感じられる。そうです。それから落ち着くって言葉には何かが沈んでくるっていうニュアンスを持っていると思います。落ちてつくわけですね。落ちてつく、この時に息は外へこう出ていきますけど、エネルギー的には体のエネルギーは必ず下に一つって落ちてきます。これを感じることがとっても大事だと思いますよ。それも瞑想の要素。もちろん。なるほど。とっても大事な要素です。落ち着くっていうことでやってたらエネルギーがこうやって下腹部に一つずつ気持ちよく落ちてくるのはとっても役に立つと思いますが、あれですね、この言葉として心が落ち着くっていうじゃないですか、それだけじゃなくて実際にエネルギーが下に落ちてくるから落ち着く、そういうことです。重心が安定するとかも含めて、もちろん安定します。で下腹部とか足にもほのかな力が入って落ち着くので、なるほど。それで心も落ち着くってことですね。そういうことです。なるほど。もうそこがとっても大事で、それはすごく分かりやすいですね。なるほど。それはこう沈んで感情を楽しんでほしい。そうすると、心も落ち着いてくる。つきます。なるほど。落ち着いてないったら若干のぼせてるっていうことと同じような意味ですが、これが一つずつこう沈んで、また浮いてきたね、また沈んだ、そういう時はこう少し浮いてますから、浮いといてまた吐く息で沈んだね、一つ一つ吐く息を沈んでいくんだね、これは少し長めの方が気持ちがいいです。